はい、こんにちは、あきおです。今日は、平日は会社員として週5で働く僕が、ボディメイクの成果を最大化するために行っている工夫についてお話ししたいと思います。ボディメイクの方法は人それぞれで正解はないんですけれども、僕が行っている工夫についてお話しします。大きくトレーニング、食事、時間術、睡眠、で会社との兼ね合いの5つに分けてお話しします。まずトレーニングですね。トレーニング大きく3つに分けました。1つ目が正しいフォームでトレーニングを行う。2つ目がフルパワーで筋肉に最大の負荷をかける。3つ目が効率よくメニューを組む。この3つに分けてお話しします。まず1つ目、正しいフォームでトレーニングを行う。そのためにやってる4つのことがこんな感じ。1つがパーソナルトレーニングを受ける。もうこれが一番おすすめです。パーソナルトレーニングを受けることで正しいフォームが身につきます。これが一番手っ取り早い。その他でいくと YouTube で勉強したり、翔さんっていう方がやってるショーフィットネスっていうチャンネルがめちゃめちゃわかりやすいです。YouTube で勉強したり、3つ目が、書籍で勉強したり、4つ目が、解剖学的アプローチっていうのを勉強する。大きくこの4つをやることで正しいフォームでトレーニングができるように勉強してます。では次、フルパワーで筋肉に最大の負荷をかける。これを意識してます。で、そのために行っているのが7個あります。大きく分けると。1つ目が、トレーニング前の炭水化物摂取。トレーニング1時間から2時間前に炭水化物を必ず摂取してます。何食べてるかでいくと、おにぎりとかですね。おにぎりとか、ウイダーとか、会社出る直前とか、会社の帰り道におにぎりとか、ウイダーとかっていう炭水化物、だいたい炭水化物 50g ぐらい、200キロカロリー分ぐらいを摂取してます。で、次がトレーニング直前のプレワークアウト摂取。今はマイプロテインのマイプレを飲んでます。前は C4 のプレワークアウトを飲んでました。プレワークアウトを飲むことで集中力がもう爆上がりしてトレーニングのパフォーマンスが爆上がりします。おすすめです。で、3つ目、トレーニング中のワークアウトドリンクを飲んでます。何を飲んでるかでいくと4つ入れてます。1個目がBCA とマルトデキルストリン、粉飴ですね。炭水化物とクレアチンを入れてるのと、最近入れ始めましたホエイペプチド。この4つをシェイカーに入れてトレーニング開始と同時に飲んで、トレーニング終わると同時に飲み終わるぐらいのペースで飲んでます。他、これ最近いいなと思ってるんですけど、トレーニングの最初は厚着をして体温を高めると。いつもパーカーを着てフードをかぶって僕はトレーニングしてます。いきなりタンクトップでやるよりも、パーカー着てやった方が体が温まって集中できてパワーが出るので、僕はずっとそれをやってます。で、次、AirPods で音楽を聴く。もうめちゃめちゃ便利で、いつも AirPods でヒップホップを聴いてます。ワークアウト、ヒップホップとかっていつも検索して Apple Music で音楽を聴いてます。やっぱりワイヤレスだと全く気にならないですし、落ちないので、もう AirPods なしではトレーニングできないって感じですね。で、次、好きなウェアを着る。かっこいいウェア着てた方が自分もテンション上がるので、好きなものを着てます。で、最後、レベルの高い環境に身を置いて自分の基準を上げる。これはめっちゃ大事だと思ってます。なので僕はゴールドジムに毎日通ってます。もう周りの人がめちゃくちゃでかいですし、みんな真剣にもうやる気マックスでやってるので、僕もそこに引き上げられてモチベーションが上がりますし、もうみんなでかいんで自分の基準が上がります。十分なんでまだまだだと、ガリガリだという気持ちにいつもなって、こいつら全員倒すぞっていう意気込みでやってます。もう逆にエニタイムとか行ったらもう全然やる気出ないですよね。みんな携帯いじってあんまやる気なさそうですし、ガランとしてて、どの環境に身を置くかっていうのはめちゃくちゃ大事だと思います。で、最後が効率よくメニューを組む。その一つとして分割法を行ってます。鍛える部位を分割して鍛える。で、今の分割の方法としては3分割で大体行ってて、1つ目が胸背中、2つ目が2頭3頭で、3つ目が肩とたまに足って感じで3分割してます。で、3つやって1日、3日やって1日休む、3日やって1日休むぐらいで分けてます。
そんな感じで分割するんですけれども、ちょっと毎回のトレーニングに変化を加えてて、今はその変化の加え方っていうのが今マンデルブロトレーニングっていう方法を行っています。具体的にどんなんかというと、ざっくり説明すると、さっきの分割は同じなんですけれども、中強度中回数で胸背中二頭三と片足を行う。でそれが終わったら次はめちゃくちゃ強高度で低回数で胸背中二頭三と片足を行う。でその次にめちゃくちゃ低強度で高回数のトレーニングを行う。胸背中二頭三と片足で、それが終わったらまた中強度中回数のトレーニングに入っていくって感じです。こういう形で毎回のトレーニングにバリエーションをつけることで刺激の入り方を変えて、筋肉が刺激になれないようにしてます。具体的なトレーニングメニューはまた別で公開します。僕がやってるのは、まず土日は必ずトレーニング。オフは土日に持ってきたらもったいないですよね。会社員、平日働いてる人は。オフは平日に持ってきます。だいたい週5でトレーニングしてるんですけれども、平日に2日オフを設けてます。っていうのがトレーニングのところです。はい、次、食事です。食事は1つ目がトレーニングの効果を最大化。あともう1個その他っていう形で分けてます。1つ目のトレーニングの効果を最大化っていうところでいくと、まずトレーニング後の栄養摂取。もうこれは徹底してます。何を飲んでるかでいくと、まずこのプロテイン。今はゴールドスタンダードのホエイプロテインを飲んでます。プロテインと、またこのマルトデキストリン、粉飴とホエイペプチドとこのグルタミンですね。この4つをトレーニング後15分から30分後ぐらいに飲んでます。と決めてるのは、毎日タンパク質を自分の体重かける 2g 以上の摂取は徹底してます。今75キロぐらいなんで 150g は毎日とってます。でその他のところでいくと、亜鉛を摂取してます。亜鉛摂取することでね、何がいいかっていうと、男性ホルモンの分泌が促進されて、もうめちゃくちゃ元気になります。活力が増す。これはもう如実に効果実感できるので、一回試してみてください。男性の方はこれ60日分で1日1錠で60日分で500円ぐらいで売ってる。めちゃくちゃコスパいいです。1日10円切るんで、それだけでめっちゃ元気になるんで、もうめちゃくちゃおすすめです。亜鉛とこのマルチビタミンミネラルを飲んでます。やっぱ野菜って不足しがちなんで、ビタミンとかミネラル不足しがちなんで、これを1日1錠飲んでます。はい、次3つ目、時間術。時間術っていうほどでもないんですけど、僕がやってるのは一つがトレーニングの時間を60分以内に制限する。これをやってます。やっぱり会社員として働いてて、平日使える時間も少ないですし、トレーニングとか会社以外にも僕はやりたいことがあるので、トレーニングの時間は60分以内に制限してます。60分で時間を制限することで、やっぱり集中力が増します。パッパやらないと60分すぐ過ぎちゃうんで、60分で追い込み切るっていう意識でしっかり集中してトレーニングすることができます。で、もう一つがジムの近くに住む。これはめちゃくちゃ大事。僕はゴールドジムから徒歩2分、エニタイムから徒歩5秒のところに住んでます。その結果、いつもはゴールドジムでトレーニングしてるんですけれども、家を出てトレーニングスタートするまでが大体10分かからない。で、トレーニングが10分。で、お風呂入るのが10分。で、そこから家帰ってくるのが5分から10分。ってしたら、1日90分。トレーニングに要する時間は90分以内に収まってます。これがジムから20分とか30分かかるようだと続かないと思います。パッていってパッてできるっていうのがめちゃくちゃ会社員としてボディメイクで結果を出すなら重要かなと。限られた時間で結果を出すならとても重要かなと思います。はい、次、睡眠。睡眠はもう僕めっちゃこだわってて、7.5 時間以上は絶対寝る。
もう 7.5 時間寝ないと翌日のパフォーマンスがもう全てのパフォーマンスがめちゃくちゃ低下するんで 7.5 時間は絶対寝ます。2つ目が眠くなった瞬間に寝る。これがめちゃくちゃ大事で、前最高の睡眠っていう本を読んだんですけど、そこにも書いてました。で、睡眠の質を上げる一番のポイントは、眠り始めにいかに深く眠れるかっていうところがめちゃくちゃ大事です。で、7.5 時間寝るなら最初の3時間ぐらいの睡眠でいかにどれだけ深くストンと眠れるか、これがめちゃくちゃ大事らしくて、で、最初のその数時間を深く眠るには、もう眠くなった瞬間に寝る。寝つきよくもうベッド入ってすぐストーンっていくのがいいらしくて、そのためには眠くなった瞬間に寝るっていうのが大事ですね。はい。で、3つ目が、いいベッドで寝る。もう僕、睡眠の質はもう最大化したいんで、ベッドは、なんぼや、35万ぐらいのベッドを、ボーナスぶち込んで買いました。はい。で、4つ目が、目覚まし時計で起きない。もうこれめっちゃ大事。で、そもそも眠りっていうのは、レム睡眠とノンレム睡眠っていう睡眠からなってて、レム睡眠が浅い眠りの状態。で、ノンレム睡眠が深い眠りの状態ですね。僕は、スッと、目覚めよく起きるためにはレム睡眠の眠りが浅い状態の時に起きる必要があります。これがノンレム睡眠の時にめちゃめちゃ深い眠りの時に目覚ましでビーって起こされたらもう目覚めが最悪なわけですよ。だからレム睡眠の時に起きたいですと。で、レム睡眠の時に起きるためには目覚ましではなくもう自分の力で起きると。これをやってます。だいたい7時間半後に目が覚めるっていうのが分かっているので起きたい時間の7時間半前に寝るとか、そもそも7時間半経ったら勝手に起きるので、そのタイミングで勝手に起きますと。ただ、とはいえ寝坊したらダメなので、一番、ここまでには絶対起きなければいけないっていう時間には目覚ましをしますし、7時間半後に起きるのであれば、7時間45分後とかに目覚ましを設定したり、自分の力で起きるには日の光ってめちゃくちゃ大事で、カーテンは絶対にもう全開にしてます。カーテンを全開にして日の光で起きることで目覚めがパッとよく目覚めることができるのでカーテンを全開してます。はい、最後です。最後が会社との兼ね合い。これは会社員の人なら気になると思います。で、会社との兼ね合い、会社で働きながら自分のボディメイクもガンガンやるためには大事なことは一つ、自分を応援してもらうこと。これがめちゃくちゃ大事です。で、自分を応援してもらうことでボディメイク頑張れよみたいな。ボディメイクに力注いでても何も言われないみたいな。で、自分を応援してもらうために必要なこと。3つ出てきました。1つ目が、そもそもの環境として、個人の成長とかやりたいことを応援する文化がすでにある会社で働く。これがそもそも大事。で、2つ目が、会社の仕事で最低限の結果を出す。仕事めちゃくちゃできてたら、他も好きにやっていいよってなるじゃないですか。しかし、そうではなく、会社の仕事めちゃくちゃ微妙で、ちょっと筋トレ好きなんで筋トレ行ってきますつって帰ってたら、ちょっと見え方微妙ですし、応援してもらいにくくなると思います。なので、自分の好きなこと。これはボディメイクに限らないんですけれども、自分の好きなこと、会社の他でもやりたいんだったら、会社では最低限の結果を出すべきだと思います。で、3つ目が、自分のやりたいこと、自分の夢っていうのをしっかりと社内の人に伝える。そして共感してもらう。これが大事だと思います。僕は、筋トレが好きですし、筋トレ通してこういうことをやりたいっていうのを社内の人にめちゃくちゃ伝えてます。上司にも。僕が今属している会社は、こういう風に行きたいです。こういうことをやりたいです。って伝えた場合には、じゃあ、それを達成するためには、どういうスキルや経験が必要で、そのスキルや経験っていうのはこの今の会社でどういう仕事をすれば身につくのか、そういう経験ができるのかっていう会話をしてくれます。そこがめちゃくちゃいい会社だなと思ってます。で、そんな感じで自分を応援してもらうには、そもそもそういう文化が良い会社で働くっていうのと、会社で結果を出すっていうのと、自分の夢を語る、やりたいことをしっかりと伝えて共感してもらうっていうところですね。はい。だいぶ長くなったんですけれども、僕が会社員として働きながらボディメイクで最大の結果を出すためにやっている工夫っていうのをお伝えしました。もうちょっとここ具体的に聞きたいとかあったら、またコメント欄にコメントお願いします。この動画がいいねと思ったらいいねお願いします。チャンネル登録もお願いします。
ありがとうございました。 Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm scream, okay, it's a dream. And I pray